課題を持っていない人間というのは存在しないと。我々の世界が崩れていってるかもしれないけど、不完全であるということが完全無欠を表していると。科学者とデザイナーが一緒に描いて我々の生活のクオリティを質を高めていくと。もともとデザインはサイエンスで、サイエンスはデザインであると。今日は、皆さんにお集まりいただけてとても嬉しく思っております。この財団をちょうど、2022年去年ですねの4月に立ち上げまして、その立ち上げた理由はこれから申し上げるんですけど、財団なんていう大それたものを自分が作れるとは思ってなかったんですけども、後ほど固い文章でちょっと説明申し上げますけど、社会はちょっとかなり混沌としていて難しい時代に入っているのに、デザイナーとして自分は一体何ができるだろうみたいなことが基本的にはありまして、これはやっぱりいろいろな人が組み合わさって乗り越えていかなきゃいけないんじゃないかということで、その元のアイデアを出せるような人たちを集結させて向かっていかなきゃいけないんじゃないかということで、こういったものを作りました。で、今日はその第1回目の集まりといいますか、このイベントの中の我々の財団がやることは、一つアカデミーという今日のこういった、それぞれの皆さんのエキスパートのお話を聞いて、それを世界に放映して、還元問題の解決に還元するというような試みと、もう一つは、天才探しといいますか、これからの社会をいい方に引っ張っていける主人公を探すというようなことで、その、プライズ・フォー・リーディング・キャラクターというんですけども、そういった人をお選びして、その影響によって、社会がもっといい方向に向くというようなことを考えている。もう一つは、出版ですね。さまざまな方々の意見を出版に生かしてデザインサイエンスという本を発行しました。第1回目は発行されて、第2回目がもう編集が始まっておりまして、年に1回の、年間に1回その書籍を発行するということを考えています。今はとりあえずこの3つの軸で動いていこうというふうに考えております。で、ちょっと硬くなりますが、設立した趣旨を皆さんにご説明差し上げますと、地球環境の変化は著しく人間の生活や生命を脅かしつつあると。環境破壊の危機の影響もしくは関連する要因を瞬時に読み取り見える化することが実現したら、現状を理解し問題対処に役立つに違いない。つまり現象を分かりやすく人々に伝え喚起することによって問題解決の糸口を探るという戦略にデザイナーと科学者が総力を挙げて取り組む。デザイン科学財団一般財団法人ザ・デザインサイエンスファンデーションの事業目的の一つは、地球規模の大きな問題の解決に有効なプラットフォームの構築を目指すことである。デザインとは人間と環境とオブジェクトの相互の関係を適正に調和させ具体化することである。相互の関係の媒介となり全体を調和させる手段である。デザインと科学の真のつながりの姿を探求する力が本来の統合された世界の調和、人間の営みの質と向上と標準を高め持続可能な次の世界のあるべき姿を築くことに通ずると考え、一般財団法人ザ・デザインサイエンスファンデーションを設立するというのが、趣旨であります。ここからは先ほども申しましたように、
なぜこの財団を作ったかというか、こういうことをやりたいかと思ったことの説明に少しずつ移っていきたいと思います。で、デザインと科学が手を結んで共同で何かをするという概念というよりも、もともとデザインはサイエンスであるということと、サイエンスはデザインであるという概念に、入ることによって、それぞれで活躍しているそれぞれの力が違う方向から、見える。つまり自分に備わっていなかったこと自体が別の方向から定義されることによって新たな想像ができるというようなことを考えております。ですから私の場合はデザイナーですけど、デザインサイエンスデザイナーと呼んでも科学者と呼んでもいいというふうになれば、そこの大きなお互いの分離しているコンプレックスが解けて、もっと新しい創造が生まれるんじゃないかということを、試みということであります。でここで、今日講演いただく生態心理学者の佐々木正先生も、から多く学んでいますからけれども、私たちは常に、私たちの身体も心も常に、課題を抱えながら生きているということが言えると思います。つまり、何かを、日々課題として持っていないと、その身体がですね、身体も、心もですね、気づきは生まれないと思うんですよ。気づきっていうのはやっぱり自分の中に課題を持っているという状態であるし、課題を持っていない人間というのは存在しないと思うんです。でこの気づきから気づきの前提になる課題というものはあるんですけれども、それは人それぞれ違うので、その気づきというものから始まって、それを具体化するまでのプロセスといいますか、そこを科学的に解明したいというのが強い思いであります。でそれは自分自身がやっている仕事の中にやっぱり自分でもわからない発見とか気づきがあるっていう、この状態をどう考えるのかっていうのは自分の身体を分解したり脳を分解したりしてもわからないことなので、そのことをいろいろな人がいろんな言葉で語っていただくことによって何か見えてくる共通のファンクションが見えてくるんじゃないかというのが考えであります。デザイン的にこれを説明しますと、例えば、これは2005年ですかね、ヨーロッパの非常に有名なブランドの B&B イタリアというところのためにやった6ミリ厚の人造大理石の棚です。で非常に強固な接着剤で構造が保てるという特殊な素材なんですけれども、やはりそうであってもやはり横揺れがしてしまうということで、その構造を保つために X 型の、筋交いが必要だということが分かっています。これをもう最初から分かっていたんですけども、その概念としてはただの棚だけの方が、ミニマリスティックでシンプルだということは分かってたんですけども、逆にその構造体をデザインの一つにしてしまおうという気づきがここでありました。でこれが最初にできたプロトタイプの写真ですけれども、これがどうやってエンボディッドつまり具体化されるかといいますと、こういうところに置かれるようになる。そうすると本の置き方もレコードの置き方も、そこに余る空間も一つの空間を分けるパーティションとしてもいろいろな現象が生まれます。たった一つのその薄い石の板でできたものの筋交いがある空間を作るということは、着想つまり気づきからそれが現実の世界生活の中に生かされてきたという一つの証ではないかと思います。これはグリッド上に並べた本棚というものを考えてしまうという
基本的な当たり前な思考を外れて一つの科学的な思考によって生まれたというふうに自分では思っております。しかもそれが美的な状況で捉えられなければいけないということなので、科学という言葉を使うことはできるかどうか分かりませんけど、そういうことができるんじゃないかなというふうに思いまして、今日この事例を持ってまいりました。第1回目のデザインサイエンスの書籍の中で基地に富んだという話を書きました。これを今日もいらっしゃってるサブリ先生は、同じ生態心理学者ですけれども、アドホックインテリジェンスという言葉に直していただきました。アドホックっていうのはその場限りでみたいな言葉で使われますけれども、その場限りの対応みたいなことのインテリジェンスがむしろ長く考えて構築するものよりも価値が高いんじゃないかっていうようなことをちょっと言いたかったと。でこれがその先ほどのシェルフ X を作った時に同時に作ったペントレイであります。でペンというのは並行してオーガナイズされてちゃんとしっかりと置けるということがペントレイの基本みたいな感じがありますけれども、そうではなくてそこに溝があることによってそのペンが生かされるっていうようなこともあるんではないかということを、私の中ではこれがデザインだと思っていることがありますし、世の中ではそのきちっと並べて置けるトレイを作れるデザイナーだというふうに言われてもいますけれども、どちらかというとこっちの方が本当でだからこれをデザイナーとシェアするよりも科学者とシェアしたいっていうような願望がありました。これはこの下の四角いベースの状態で見るとただ穴が開いてるだけに見えるんですけど、それは若干楕円の穴でして、これ刺していくことによってそれがツイストするっていう、あとレイターワオって言ってますけど、ファーストワオじゃなくてレイターワオ、ちょっと後になってっていうことを気づくっていうこともその感じ方のプロセスに入っているということで、気づきからそれが実際の使われる時にまで全部つながっているということをやりたい。しかもその中にそれをネタを明かさないで基地として表現するっていうこともその表現の能力に対して加わってくることではないかというふうに思った。同じくこれはバンチという束という名前の一輪挿しですけれども、一輪挿しをこの中に全部一輪の花を生けると大きな花束ができるっていうことも考えられますし、もうすでに花束になったその一輪挿しの中に一輪挿すだけでやっぱりステージ、その背景が変わるっていうこともあります。でこれは非常にテクノロジー技術的に高いレベルの陶磁器でできているんですけれども、その考え方のねじれが面白いのか、ねじれというか、その着想した時のなんかウィットに富んだ冗談のパスが面白いのかっていうのはなかなか面白い分析するべきところじゃないか。でこれも照明なんですけど、タスクライトでデスクトップ上に置かれるもんですけど、タスクライトはなんで作業する時だけ照らして他は照らさないんだっていうちょっと皮肉った問いをかけてみるとこういうものだ。これがその角度によってタスクライトのように変更するというようなことも考えられる。なので世の中は当たり前の造形に当たり前の機器に全部なびいていくっていう常識的な考え方がありますけれども、科学的な考え方をするとそれは単に一つの方法論であって別の角度から考えられるっていうようなことがあります。これはパリにありますギャラリー・クレオというところから依頼されて作ったコートハンガーですけども、板に釘を打ちつけてあって、その釘が通り抜けて壁に差し込んであるように見えるんですけど、それはそうではなくてそんな簡単にできないので相当名工が作ってあるんですけども、
これはまあ冗談ですけど、釘があればそこに何かをかけるっていうこと自体が本質的な考え方じゃないかっていうようなことを考え出したということで、ここでタシットプレディクション、タシットいうのは暗黙知のことですけど、暗黙の予測っていうものがありまして、テクノロジーの変化っていうのは常にどういう先が来るかってことがある程度読めているということがありまして、私は大学を卒業して最初にデザインしたものが腕時計でして、しかもデジタルウォッチだったんですけども、その時からそのデジタルウォッチのウィンドウがどうしてその大きな枠に囲まれてんだろうということで、全部がそれがスクリーンになる時代が来るんじゃないかということが予測できたと。その当時はテレビはこんなに熱いもんだったけど、今は紙のようになってる。その時にもうエンジニアも全ての人がそういう時代は来ますということは当然予測していたと。それが暗黙タシットプレディクション、暗黙の予測ですよね。その通りに社会は動いていきます。エンジニアテクノロジーは動いていくと。でそこから先にどうなるかっていうところを考えてみたいと思ったのは、ただ薄くなった LED を作る、その有機 EL を作るっていうことだけじゃなくて、それを腕時計の概念として使ったらどういうインターフェースができるかということをこの時からも考えていまして、これはむしろ立体的にしてその全ての面がインターフェースになるということを考えていたんですけども、それはまずはその立体的なブロックをデジタル時計にしたらどうしようかというどうしようっていうことでやってみたもの、普段は真っ白で触ると6時14分出るというところまではやりました。これをもう15年ぐらい前にやったものですけども、これを今日登壇していただきます中村優吾先生さんと一緒にインターフェースとして彼がここに、インターフェースの魂を、放り込んでくれるということは間違いないと思ったので、これを提供してちょっと考えてくださいって言って、今まだ世界発表したことないんですけど、ちょっとお見せします。こういうふうに動きます。これはその単なる表示っていうものを超えた新しい表示なので、予測できたテクノロジーなんだけど、そのテクノロジーを使ってどうアプリケーションを作るかっていうか、どういう世界を構築するかってことまでがやっぱりエンボディメント、つまり具体化するということじゃないかと。着想から具体化まで時間がかかる場合もあるしということであります。で、感覚の複合っていうのは、人間の感性って感覚っていうのは一つのものをその通りに感じているだけではなくて、同時に違うものも感じているっていうことがあります。でこの名前はバナナ音っていうんですけどバナナの形をしたジュースパッケージっていうのは非常に世界中のミュージアムで引っ張りだこでもういくつを作っても足りないんですけど、これはプラスチックフードと呼ばれてる日本にしかないテクノロジーのものでできてるんですけど、これは僕がバナナのヘタのところのグリーンのところまで指示してるわけではなくて、職人さんが作ってくれた。でその重みと冷たさとその、感触ですか、ゴムっぽい感触っていうのが全部同期して一つのものになるっていうことが自分はできる。だけどこれはすごく科学的なことじゃないかと思ってるんですよ。これを解析したいと思うんですけど、なかなかこの冗談は言えないと。冗談は笑ってくれるんだけど、なんであなたはそういう冗談言うのっていうことまでが、はいあと10分だそうです。もう終わりますから。もう一つは core of awareness、意識の中心。これは佐々木先生からいただいた言葉ですけど、紅茶のパッケージを作りまして、そのリングがついていまして、その紅茶のそのティーバッグの先に紅茶の飲み頃
の色をしたリングがついているということです。これも暗黙の予測値で、そういうものがすごく飲んでいてもわからない答えがあるっていうことは現象としてはあると思うんですよ。でそれをわからないで通り過ぎちゃってもいいし、あると急にっていうことが分かってもいいし、ただそのコア・オブ・アウェアネスは、気づきの中心は、紅茶の気づきの中心っていうものは色にあるってことを探すことが気づきだと思うんですよ。大体みんなが同じ点を通るので、その気づきが重要だということがすごくシャープに分かると。それが色だということが分かります。最後にそのパーフェクト・インパーフェクション、つまりパーフェクト完全ということはありえないので、その不完全であるということが完全無欠を表しているということで、これは007007の映画のNo Time to Die っていうシーンをちょっと見せるんですけども、これは彼が自分の住んでいる家に魚を取ってきて帰るシーンですけども、完璧な生活のシーンを作っているんですけれども、なんかこれは聞いた話なんですけど、45秒に1回スポンサーがつくらしい。だからこの船とか山とか海とか家とか全部作られた完璧な生活。この T シャツもドアハンドルもパンツも何も眼鏡も全部で、こういうシーンが生まれると、世界のナンバーワンヒーローなので、その人が理想を描くっていうことはこういうところにある。なぜ2匹の白身の魚を刺してくるかっていうことも、その人の背景が分かる。これが10匹だったら漁師になってしまうし、1匹だったら少ないしみたいな考えになってる。それを書いている、シナリオを書いている人がいて、それを具体化している人もいるっていうことが、すごく巧妙なテクニックっていうか、インテリジェンスだというふうに思う。しかも自然エコだから、こんなに有名な映画でも滝でシャワーになってる。でそこで竹の歯ブラシで歯を磨くというシーンがあるんです。全部完璧だと。だから我々の世界は崩れていってるかもしれないけど、完全な幸せっていうかクオリティの価値って、生活のクオリティの価値ってどういうものかっていうのをやっぱり描いていかないと、科学者とデザイナーが一緒に描いていかないとそういうふうになっていかないっていうことが、描かないで研究だけしてもダメだし、ただアイデアを出してそれを実現しなくてもダメだし、そういうことによって我々の活動が我々の生活のクオリティを質を高めていくということになるんじゃないかということが、このファンデーションを作った一番のきっかけになるということであります。で今日はデザイナー側としては私が話していただきますが、その科学者の方々をスピーカー科学者とデザイナーがまたがってる人も来ていますので、もっと面白い実例が出てくると思いますので、どうぞ楽しみにしてください。では次に行きましょうか。